はい、こんにちは、梅野です。本日はビルトロックスの 56mm F1.7 のレンズをバラのお花を撮りながらレビューしていきたいと思います。はい、今回もパーギアさんからビルトロックスのレンズをご提供いただきまして、これをレビューしていきたいと思います。今回は、ビルトロックスの焦点距離 56mm の F1.7 というレンズになっております。でカメラ APS-C ですので 35mm 換算で80ちょっとの中望遠レンズとして使えますので、これをレビューしていきたいと思います。で今バラの時期になってますので、このレンズを使ってバラの花を撮っていって、改造感であったりとかそういうところを見ていきたいと思います。で中国メーカーのレンズとしては珍しく、このレンズはオートフォーカスに対応していますので、その辺も見ていきたいと思います。はい、では、オートフォーカスのスピードがどれぐらいなのかを見ていきたいと思います。手前と奥と手前と奥と割と悪くない速度になっています。そしたら背景がもっと遠いところで試してみたいと思います。はい、次は結構離れた200-300メートル先に背景があるところで撮っていきます。こっちと手前はちょっときついか。お花、手前のお花と奥の背景、手前のお花がお花と奥の背景。手前に合わすときはちょっとこう迷ったりすることがあるんですけど、手前に合ってから背景には結構なスピードでピントが合ってくれるかと思います。はい、まず1枚目はここのバラを撮っていきましょう。 F1.7 に設定して、背景のボケ感を見ていきたいと思います。なので3分割の構図を使ってこのバラを左上の交差点に配置して、背景がどれだけボケていくのかを見ていきましょう。はい、カメラを設定していきます。背景のボケ感を見たいので開放 F 値の 1.7 に設定しています。でこのカメラのシャッタースピードが最大で4000分の1秒なんですけれども、 F1.7 やと明るすぎてもう上限に達してますので、その場合は写真が明るすぎる状態になってしまいますので、ここはハイライト重点速攻と露出をマイナス 1.0 に落として、シャッタースピードが速い状態でも写真が明るくなりすぎないように設定して撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置はバラのお花のど真ん中にピントを合わせていまして、3分割の構造を使って左上の交差点にバラを配置して、右側の方は背景が抜けるような構図で撮ってみました。で F 値 1.7 で撮影しましたので、ピントが合っているのはバラのお花の手前の部分になってまして、そこから背景は綺麗にボケてくれているかと思います。でボケ方も結構綺麗なボケ方になってまして、うるさいボケじゃなくて滑らかなボケになってますので、非常に綺麗なんじゃないかなと思います。でカメラの設定の時にシャッタースピードが速すぎたら明るすぎる写真になるので、露出をマイナス 1.0 とハイライト重点速攻使ったかと思うんですけれども、もしその設定を使わずにただ F 値を下げて撮った場合の写真がこちらになります。これだとシャッタースピードの最高速度に達してまして、写真が明るくなりすぎてます。バラの赤色を見てもらえれば分かるんですけれども、色飽和やったかなと言いまして、赤色が潰れてディティールがはっきり出ていないと思います。よくバラの花を撮るときにこういう状態になりやすいですので、撮ってみて色が変だなと思ったら露出を下げたり速攻モードを変えることで、こっちの写真みたいにちゃんと花びら一枚一枚のディティールが分かる写真になりますので、
F1.8 とかそれぐらい明るいレンズをお持ちの方はシャッタースピードとかそういうところも気をつけて撮ってみてください。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここを撮っていきます。このカメラのこのレンズの開放 F 値が 1.7 ですので、F2.8 から4ぐらいが一番解像感が出る設定かと思いますので F4 に設定してここのバラにピント合わせて撮ってみたいと思います。で手前のこの葉っぱとかを前ボケに使いながら緑の葉っぱに囲まれたバラを撮っていきたいと思います。で明るく撮ってしまうとただ撮っただけの写真になってしまいますので、ここはシャッタースピードを抑えるためじゃなくて、表現のために露出を下げるのとハイライト重点速攻を使ってバラの雰囲気に合うような落ち着いた明るさの写真を撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。ここはこのレンズの解像感を見てみるために F 値は4に設定してみました。シャッタースピードは400分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。でバラらしいですね落ち着いた色味を出すためにここは露出をマイナス 1.0 に下げてハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。F 値4で撮影して葉っぱに囲まれた感じのバラを撮ってみました。ピントの位置は、バラの下の方の花びらにピント合わせて撮っています。で露出をマイナス 1.0 に下げたこととハイライト重点速攻を使ったことで全体的に落ち着いた色味の写真を撮ることができました。で画面の左側は前ボケに使った葉っぱのおかげで周辺原稿みたいに左側は黒くなってまして右側は明るくなってますので光の明暗さを出すことができたと思います。でこのレンズ自体も、そういう僕の狙った表現のしっかり出してくれてますので、ハイライトとかシャドウとかの表現も結構いいレンズかなと思います。一番レンズの性能が高くなる F4 で撮ったんですけれども拡大してみてもですね花びらのこの一枚一枚のディティールがすごく綺麗に出ていますので解像感も高く表現力もあるレンズかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのバラを撮っていきます。外側がピンクで中に行くほどちょっと暖色の色になってて綺麗な色でしたのでこれを撮っていきたいと思います。でこの華やかな色と周りはバラの葉っぱがあって緑で埋まっていますのでこれをもうシンプルに日の丸構図で撮っていきたいと思います。なのでハイアングルに構えてでこのバラにピントを合わせて撮っていきます。で背景にあるこの葉っぱはですねボケすぎずにこの葉っぱがありますよっていうディティールを残しつつ撮っていきたいので F 値は11まで絞って撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。バラにピントを合わせつつ背景の葉っぱのディティールも表現していきたいので F 値は11に設定しました。で F 値を11まで絞ってくるとシャッタースピードが遅くなりますので今 ISO 感度は自動に設定しているんですけれども ISO 感度320になることでシャッタースピードが100分の1秒出る設定になっています。で背景に比べてバラのお花の色は明るいですので白飛びしないようにハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置はもうバラの花のど真ん中にピントを合わせてまして日の丸構造を使ってシンプルに撮ってみました。画面のど真ん中にピンク色の淡いバラを配置しましてそれ以外の部分は緑の葉っぱで埋めた写真になっています。F 値11まで絞って撮ったことでバラの花びら全体にピントが合っているのと背景の葉っぱの部分そこもボケてはいるんですけれども葉っぱのディティールがしっかりしているのがわかるかと思います。F 値絞りすぎると画質がまた悪くなっていくんですけれども
拡大して花びらを見てもしっかりと再現されていますので、縁11まで絞っても、画質はしっかり保ってくれているかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのお花にピント合わせて撮っていきましょう。で、背景が日陰になっている葉っぱの部分がありますので、3分割の右上の交差点付近にこのメインのバラを配置して、背景をあそこの暗い背景を使って撮っていきたいと思います。で、普段僕がよく撮っているような、暗い背景に明るい被写体がある、そういうところを撮ってみまして、でこのビルトロックスの単焦点レンズがシャドウの表現がどれぐらいできるのかを、見ていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは背景を思いっきりボケさせたいので F 値は開放の F1.7 に設定して撮っていきます。シャッタースピードは2000分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。背景を暗くするために F 値じゃない露出はマイナス 0.7 に設定しまして、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。露出マイナス 0.7 に設定して、ハイライト重点速攻に設定したことで背景が暗くなって撮っています。ピントの位置は白いお花の先端に合わせておりまして、その前後は綺麗にボケてくれています。で、相変わらずこのボケ味っていうのはすごい綺麗で、滑らかなボケ感をしていますので、被写体を浮き上がらせつつより綺麗に見せてくれるようなボケ感かと思います。で、シャドウの表現に関しても結構いい感じじゃないかなと思います。左側のこの暗さはいい感じで、このお花の根元の方、葉っぱとかある方ですね、そっちの方のシャドウの部分を見ても結構いい感じに表現してくれてますので、急にね黒つぶれしたりとかそういうことなく、なだらかなグラデーションで明るさが出ていますので、僕が普段撮っているような写真と、ほとんど変わらない表現ができているんじゃないかなと思います。はい、最後はここ撮っていきたいと思います。背景に壁がありまして、でこのフェンスに絡まる形でお花が咲いているんですけれども、こういうところ、明るくてシャドウがきつくて、で背景が近くて、で緑とピンクの色、こういうところは結構レンズの、性格が出やすいかなと思う被写体ですので、ここをシンプルに撮っていきたいと思います。で、実際はこういう感じかな。画面の下の方にお花を配置して、上の方はちょっと背景の空間を空けて撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは F 値4に設定して、全体のお花にピントが合うような F 値に設定してみました。シャッタースピードは250分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で、今日が出てきまして、白飛びしやすくなりましたので、露出をマイナス 0.7 に落として、さらにハイライト重点速攻を使って、葉っぱの部分であったりとかお花が白飛びしてしまわないように設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントは真ん中よりちょっと左下のところにピントを合わせていまして、そこに合わすことで、手前にあるお花とかちょっと奥にあるお花にもピントがあるような感じになっております。でまずこれが JPEG 撮って出しの状態なんですけれども、結構この描写はいいんじゃないかなと思います。最新のレンズとはまた違った描写なんですけれども、かといってオールドレンズほど、古くない、今流行っている、オールドコンデジみたいな感じの描写じゃないかなと思います。緑の出方がちょっとサイドが濃いかなって思うんですけれども、そういうところもちょっと2000年代ぐらいの描写の雰囲気があって、好きな人は結構好きなんじゃないでしょうか。僕も最近はオールドコンデジを使ってましたので、こういう描写は結構好きな描写になっています。で、日がかなり照ってきまして、カメラにとってはちょっと辛い
状況なんですけれども、露出を下げてハイライト重点速光を使って撮りまして、で白飛びすることもなく黒つぶれすることもなく撮れていますので、カメラと今回のビルトロックスのレンズの2つのこの表現力で写真が波状することなく撮れているかと思います。はい、本日はビルトロックス 56mm の F1.7 のレンズをバラのお花を撮りながらレビューをしてみました。で一番気になってたのはオートフォーカスのスピードなんですけれども、暗い環境であれば正直速くないです。遅いんですけれども、こういう外に出てくると僕が室内でちょっと試した時よりも全然速くピントが合いましたので、かなりオートフォーカスしては使えるんじゃないかなと思います。で肝心のレンズの描写の方なんですけれども、単焦点レンズということもあって解像度も高くて色の出方も結構良くていいレンズじゃないかなと思います。で僕が普段撮っているような暗くして、シャドウのこの滑らかさを出したような写真とかもしっかりと表現してくれましたので、そういうところの性能も高いレンズになっております。で重量自体も 171g やったかな、それぐらいなのでこのニコン ZFC に合わせても全然軽い状態で持ち運ぶことができますので、実際写真の撮影されていても簡単に気軽に撮っていくことができるかと思います。で価格はですね25,000円前後になってますので、この換算で 84mm の F1.7 中望遠の、ポートレート用レンズっていうのを25,000円ぐらいで手に入るっていうのはかなりコストパフォーマンスがいいかと思いますので、純正で言ったら 85mm の F1.8、そういうのが欲しいんだけれどもちょっと価格的に手が出しにくいなっていう方はビルトロックスというのもいい描写をしてくれるレンズでしたので、こちらも選択肢に入れてもいいかなと思います。でオートフォーカス早かったんですけれども、瞳 AF とかにも対応していますので、その実際ポートレートの写真を撮る方でも使いやすいレンズじゃないかなと思います。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。